トイボールファクトリーです。今回は RG-GN001 ガンダムエクシアをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。ここ最近は連続して大きいキットばかり作っていたのでかなり小さく感じますね。 HG の標準的な箱と同じくらいの大きさで結構軽いです。当工房初の RG キットの製作となります。144分の1という小さいスケールながら細かい分割やディティール、内部フレームなど小さいマスターグレードという趣がありますね。 RG は何度か作ったことはあるんですが塗装をするのは今回が初めてです。パーツ数が多いので敬遠していたんですが、このガンダムエクシアは RG の中でも比較的作りやすいキットだと聞いたので選んでみました。作りやすいと聞いていたんですがパーツ数がめっちゃ多いですね。これはランナーから切り離すだけでも大変そうです。この説明書もマスターグレードのものに似てるんでしょうか。中閉じの冊子になってますね。これは結構工程数が多そうです。果たして心折れずに作れるのでしょうか。それでは作っていきましょう。いきなりですがこのアンテナめっちゃ尖ってますね。 RG は対象年齢15歳以上となっているのでこういう細かい表現ができるんですね。これがバンダイの本気か。フレームは ABS やポリプロピレン製で普通のニッパーで切るとちょっとつながったまま残っちゃうんですよね。なのでここはゴッドハンドのアルティメットニッパーでゲートカットしています。逆にゲートの残りを切るのをスリーピークスの模型プロプラスチックニッパーで少しずつカットしていきます。何度かに分けて切っていくことでゲート跡をえぐってしまったりせずに平らにカットすることができます。今回はヤスリがけを少しでも減らすためにこういう方法にしてみました。パーツめっちゃ多いな。フレームを組み立てて外装を取り付けていきます。パーツが多いのもそうなんですが細かいパーツがとにかく多くてなくしてしまいそうでヒヤヒヤものでした。3ミリくらいしかないパーツが当たり前のようにあるので机の上から飛ばしたら二度と再開できそうにないですね。全てのパーツを一気にランナーから切り離してしまう僕の作り方ではここまでの小さいパーツだと簡単になくしてしまいそうですね。細かいパーツは組み付けるまでランナーにつけたままにするなど対策した方が良さそうです。しかし小さいのにディティールがしっかりしていて手の大きさとスケール感が合いませんね。耳を取り付けて小さいのにこれはイケメン。首と胴体をつなげるとこれはかっこいい。マスターグレードをさらにギュッと圧縮したような密度感です。改めて組んでみると RG のクオリティの高さはとんでもないですね。これで完成とすると言いたいところですがそうも言ってられないのでバラして表面処理を行っていきます。ファーストと同じくらいの大きさなんですね。セツナのイメージのせいかもっと小さい機体だと思っていました。ゲート処理を行っていきます。まずは400番相当のぐるぐるバーでゲート跡を削ります。続いて1000番相当のぐるぐるバー、そしてマジックヤスリの800番で整えます。金属ヤスリは傷もつきやすいので念のため800番からヤスリをかけています。そして1000番、1200番、さらにダメ押しの1500番。これで綺麗になったかな。もう一回。ここ最近は1000番までで終了していたんですが今回はいつもより丁寧に表面処理を行っています。これは胸のブレードアンテナですね。指で保持することが難しかったのでグリーンスタッフワールドのワークホルダーで掴んでいます。いざという時にあると便利ですね。ファンテックの調光スクレーパーでエッジにカンナ掛けをしてシャープにしています。そして600番から1500番までヤスリをかけて表面を整えてシャープ化の完成です。ではいきなり EX ブラックから塗装していきます。ということで今回はサフレス塗装に挑戦してみます。
これまではサフを吹いて EX ブラックを吹いてヤスリをかけてさらに塗装して表面を滑らかにするという手法を使ってきたんですが、1500番台のヤスリをかけた後に塗装をして艶が出ていたということを考えると、ゲート処理の段階で高い番手のヤスリまでかけていればサフはいらないのではと思い至り、ならばと実験することにしてみました。今回の EX ブラックは多少の傷消し効果を狙って塗料1、溶剤2でいつもより濃いめの希釈率で塗装してみたんですが、なんかこれ特に問題なくテッカテカになってますね。おかしいなあ、そんなはずは。今までの苦労は一体。パールシルバーを塗装していきます。問題なく光沢が出ています。これはグレーの装甲パーツの塗装ですね。ヤスリがけをする面積を最小にし、キット自体の艶を生かすことでサフレス成功と考えていいかなと思います。大掛かりな改造など番手の小さいヤスリをかけたりするとこうは簡単にいかないでしょうね。スターブライトシルバーを塗装していきます。テッカテカですね。これでいいじゃん。白装甲のパーツを明るいパールシルバーにするべく下地をスターブライトシルバーで塗装します。 EX ブラックがいい光沢を出していたので、スターブライトシルバーの光沢具合もなかなかいいですね。さらにパールシルバーを重ねて、しっとりいい感じの質感になったと思います。さらに手抜きに挑戦。メッキパーツに直接塗装しちゃいます。よくメッキを落とさないと塗装できないという解説を見るんですが、漂白剤を使ってメッキを落とそうとしたところ、表面にクリアコートが施されているようでメッキが落ちませんでした。だったら普通に塗装できるんではと思ってやってみたところ大正解。 EX ブラックを塗装した上にスターブライトシルバーを重ねて実験の塗装完了です。ミスタークリスタルカラーのサファイアブルーを塗装していきます。前回のバウンドドッグでアメジストパープルがとてもいい色だったので、同じミスタークリスタルカラーのサファイアブルーも試してみることにしました。変更塗料は塗装後に艶消しになってしまうと思っていたんですが、これまで変更塗料系に使っていた溶剤はガイアノーズのメタリックマスターを利用していたんですが、どうも相性が良くなかったようで、ブラシマスターで希釈してみるとある程度光沢が出るようになりました。同じようにミスタークリスタルカラーのルビーレッドを塗装します。こちらはソールなどの赤い装甲部分ですね。普通に考えてクリスタルカラーが艶消しなわけないんですよね。使い方が間違っていたと気づけてよかったです。いろいろ試してみるものですね。クリアレッドを塗装します。ルビーレッドだけだとちょっと色が浅い感じがしたので、クリアレッドを重ねることで少し濃くしてみました。いい感じですね。さらにトパーズゴールドも試してみます。ゴールドの表現に普段はスターブライトゴールドを使っているんですが、気分を変えてトパーズゴールドも試してみました。これもなかなかいい色ですね。またサファイアブルーの登場です。白装甲のパールシルバーはいい質感だったんですが、もう一声何か欲しいなと思ってエクシアの青いイメージに合わせて上からサファイアブルーを重ねてみました。ほんの少しですが光沢部分が青く見えるサーフェイスアイボブラックを塗装します。これはフレームですね。 ABS などが使われているパーツなので、保護と食いつきを良くするために下地にサフを吹いてメタルカラーアイアンを重ねて終了としました。外装だけでこのパーツ数結構ありますね。さすが RG。 それではデカールを貼っていきましょうと思ったんですが、これめっちゃいい質感じゃないですか。クリスタルカラーは染料系の塗料ではないと思われるので、デカールに色が染み出したりしないと考えてクリアコートをしなかったんですが、とてもいい光沢具合です。足首のパーツもとてもいい感じに仕上がっています。クリアコートをしてこの光沢の具合が変わるのももったいないですし、キットの持つ密度感と塗装による情報量の増加を考えるとデカールを足す必要はないかなと思い至りました。ということでこのままいくことにします。塗装完了です。ということで組み立てを行っていきます。デカールを貼らずクリアコートも行わないという決断は結構悩んだんですが、
この武器類の密度感を見たらやはりこのままで十分だなと思います。当初に想定していた仕上がりとは違うんですが、想定よりいい質感を得られて結果オーライという感じですね。リアリスティックデカールを貼ります。 GN ドライブ関連パーツの質感はこれで十分ですね。 GN コンデンサー内部もいい感じ。ホログラムパーツもナイス変更。裏表があるようで気をつける必要があります。パーツの精度が非常に高くてバシバシと組み上がって気持ちいいですね。これはめっちゃいい光沢。こういうテカテカもいいですね。量感のある光沢です。ちょっと青みがかってるのがわかるでしょうか。サファイアブルーのフィルタリングの結果ですね。胴体も組み上げていきます。胸の GN コンデンサーもリアリスティックデカールを貼ります。球面への貼り付けですが、シールに切れ込みが入っているので綺麗に貼り付けることができます。まあ多少のシワは出ますが、クリアパーツをはめると全く気になりませんね。GN ドライブを組み付け、ガンダム00シリーズから考えるとこれで魂が入ったということになりますかね。 RG は細かいパーツが多かったのでピンセットが結構役に立ちました。やっぱりあると便利ですね。これはセンサー部のクリアパーツですね。形状のせいなのか単体では真っ暗になってしまっていたので EX ブラックを塗装し、スターブライトシルバー、クリアグリーンを塗装して見えやすくしておきました。そしてカメラアイの周りを下出るカラーのアバンドンブラック、艶消し黒ですね。この色で筆で塗装しておきました。拭き取りもせずに済んで結構上手に塗れたんじゃないでしょうか。バッチリ。小さい部品の集合体頭部を組み立てます。このマスク部分、実は塗装し忘れていたんですよ。組み立ての時にないことに気づいて、なくしたと思ってめちゃくちゃ焦ったんですが、パーツトレイの中に置き去りにされていました。こちらの頬のダクトの内部フィンも小さすぎてもう絶対なくすと思っていたんですが、プラ板に両面テープで固定しておいたのでなんとかなくさずに済みました。ここまで小さいパーツは予備をつけておいてくれると嬉しいですね。頭を差し込んで完成。なんとか全パーツを無事に組み付けてきました。いや、これはかっこいい。 RG の高密度感が半端ないですね。食わず嫌いはもったいないです。いつもとは違う光沢具合ですが、この渋いメタリック感がたまらないですね。いつもに比べてほとんど手間がかかっていない塗装なんですが、とても気に入りました。いろいろ試してみるものですね。特にこの肩のサファイアブルーがエクシアの大パーツ感にちょうど合っている気がします。 GN コンデンサーのクリアパーツとのコントラストがたまらないですね。ということで RG-GN001 ガンダムエクシアのテッカテカ塗装でした。普段とは違うクリアコートを行わない光沢塗装になってしまったんですが、思いがけず良い質感に巡り合えて幸運だったと思います。サフレス塗装や溶剤の変更などいろいろ実験したことによって、クリスタルカラーやパールシルバーの不思議な質感を得られたのではないかなと思います。 RG ガンダムエクシアはその評判通り RG のイメージに合った組みにくさをあまり感じることもなく作り上げることができました。パーツの細かさには苦労しましたが、その分細かく色分けされていることにより全体的には塗装しやすく、豊富なディティールによって高密度感が得られ、とても楽しめるキットだったと思います。となると他の RG キットも試してみたくなりますね。いつも通りの塗装だと地獄を見る可能性もありますけど、それはそれでまた楽しめるんではないでしょうか。ということで RG-GN001 ガンダムエクシアのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。